テキラドテチュンです。今回はね、クランリーグからやっていきたいんですけど、45点とパーフェクトで、ちょっと下の方が3ホール17ではないものがいくつか入ってるのと、防衛援軍がね、入ってないっていうところがあったので、今日はね、結構少なめにやっていこうかなと思っております。他にもね、結構、もちろん全員全回取ってくれてはいるんですけど、絞って紹介して結構短めの動画にしていこうかなと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。ちょっとね、面白く企画ができるかなと思ったので、ラピュタさんのアタックから見ていきましょう。ルートライダー編成のインビジブルなんですけど、この後ね、全く同じ配置を星さんが同じような形で攻めてます。が、編成はドラゴン編成なので、その辺の違いがね、見れればなと思いますね。まずは12時削り。星さんも同じようにやっていくんでね、そこら辺もちょっと見ていければなって思います。小爆弾とか巨爆とかね、こうやってフォックスを殺しに来るようなトラップがやっぱ今は流行ってますね、外周部。来そうなところに。で、これは結構、能力吐かされてしまう。ここで回収をしていき。おー、ジャイアントアロー強い。外周部全部ぶっ飛ばして、クイーン自身のサイドカットになってますね。で、裏から10日弊社セット、反対サイド、スーパーババリアのカット入れつつ、ルートライダーパートも発進していきます。下側はね、穴開けもして、クイーンも本来そっち来てほしいところかなと思ったんですけど、来てくれたね。これどうだろうね。キング、クイーンが流れたからキング咲いたのか、クイーンが下側来てるんだったらキングを上に使うとか、そういう使い分けもあったのかもしれないですが、今回は両方下に使っていってと。で、オーバーグロー。ですね。ルートライダーパートが、ほぼ死んでない。で、上側の方もレイジフリーズ、下側の方も、10日弊社プラススケルトン、キング、クイーンでだいぶ余力を持って突破ができて、あとはオーバーグローマッチみたいな展開になりそうですね。ロイヤルチャンピオンのね、削り量と、残ったところをユニットで削っていくっていうところがね、編成変わってるので、その辺が、ポイントになるかなというところなんですけど、今回は余力ロイヤルチャンピオンとルートライダーで合流してっての前回バーサス。はい、そしてこれをもっとロイヤルチャンピオン伸ばしていこうっていうのが星さんのやり方ですね。これも同じように上から出てきます。はい。ラピュタさんの方、どっちが先かわかんないんですけど、多分星さんの方が後に攻めることの方が多そうなんで、傾向的にちょっと確認はしてないんですけど、同じルートでしたね。さっきも言った時にやっぱフォックスを潰しに行くようなトラップも多いというところなんですが、今回星さんはフェニックス型なので、その辺は特に影響がなくと。はい。ちょっとここもね、火力だいぶやられたとこ、同じとこで能力吐かされてますね。で、ヘイスト薬咲いて、内側までクイーン入って、クイーンじゃないや、ロイヤルチャンピオン入ってきます。HP がやばすぎる。インビジブルで一度耐えて、インビジブルでタウンホール。やばすぎる HP。さあ、なんとタウンホールまでこれで持っていくと。割いた呪文の量ではね、めちゃくちゃ違いがあるんですけど、タウンホールまで伸ばすことができるっていうところで、どうだろうね。パーフェクトに決まったかっていうと微妙なところではあるんですけど、それでも十分狙ってたところを削れるいいロイちゃんパートだったかなっていうのと、このクイーンのジャイアントアローうまいっすね。対空砲2本折りで防衛施設がね、もう投石ぐらいしかドラゴンに対応する防衛施設がないみたいな形を作り出せているところ。これが強いね。アロー結構ドラゴン編成で雑に使ってる人とか見るんだけど、星さんはマジで徹底して対空砲打ち込んでるっていうのがやっぱ見てて思う。なのでこれドラゴンの残り量えぐくないっすか？ロイちゃんに割いた呪文の量は圧倒的にね、こっちが多いので削れる量もあれなんだけど、ルートライダーパートはね、やっぱルートライダーの方に呪文をたくさん避けるので、ユニットの延命とかもできるんだけど、ドラゴンとかこの全体的なユニットの残り量がもうすごすぎて、どっちがいい悪いとかではないんですけど、
うまいっすね。ちょっと自分のアタック覚えてないんで見ていきます。9時から入ってきましたね。まずは9時起点に、援軍も釣れるしね。結構ね、ルートライダーパートで考えたときに、アイゴレとかが入ってることが多くて、今傾向的にね、援軍が。ほぼアイゴレが入ってるんですけど、事前に処理できるかどうかっていうのは結構変わってきますね。ここモノリスまで折ることができたら、ルートが9時起点で作りやすいんですよね。なので、モノリスを狙っていくような形に今回はしたのかなと。援軍も釣れるし。はい。ぶっちゃけこの、でもマルチアーチャーター狙いそうだから、行くか、これは、さすがに。行って、そっか、援軍いないんだった、相手。援軍釣れるしとか言ったけど、援軍関係なかったですね。で、フォックスをポイ捨てしていって、ちょっと回収してあげてもよかったですね。距離が離れすぎてたな、今の。からの、本体パート発進です。で、このね、なんか外周部が逆に出しづらくて、エアスイーパーを折るような角度でクイーンを展開していきました。ジャイアントアローで、ロイヤルチャンピオンちょっと先行させすぎる展開にしちゃったかな。これ一応フリーズ延命かけたんだけど、こいつがね、龍炎砲のマークがロイヤルチャンピオン入ってるような形だったので、で、ここでトームかけていきましたと。中心のこのトームが強そうすぎるからね、レイジトームが。いろいろボムとか食らってますが、で、ロイヤルチャンピオン当たるところ、ここはもうさすがにいいかなって感じで、で、下側からタイタンとかバルキリーとかもやってきてくれつつ、上側はそれはそれで貫通して、キングがね、能力残った状況でテスラムの方に回ってきてくれてるのも美味しいですね。ブーメランじゃないや、サッカーボール解放してのフィニッシュ終了ですね。援軍も何であっても外で釣れるので安定してたかなと思います。チャーさんね、新兵器使ったロイヤルチャンピオン編成だったのでね、見ていこうかなと思います。まずはインビジブル使って削りから入っていくと。これもなかなか美味しいところ入り込めましたね。ちょっと長弾の方には向かってほしい感じであったんだけど、少し右に膨らみつつ入っていって、反対サイドの長弾が折れそうですね、むしろ。はい。もう一瞬よくればレイジまでいけたかもね。その分一瞬被弾入るのでっていうところでそれを嫌った形かなと。他の人よりも結構ルートライダーとバルキリーの比率が多めな形でスタートして新兵器入っていきます。ベビドラとかまで全部投げしましたね。一気にトーム。クイーンは外周、これジャイアントアロー型ではなくミラーでしたね。能力発動。トームに乗るユニットの量っていうのがね、このバルキリーとルートライダーが多い形だとそりゃそうなんだけど多くて、スケートの呪文とかも置いて、ロイヤルチャンピオンも能力解放すごいですね、これ。物量が。で、なんかちょくちょく飛んでくるね、ユニットが。ピョーン。ロイヤルチャンピオンはロケスピ型。最後までは打ち切れなかったかな。途中で竹が入り続けてやられてしまいました。イエティが解放されて下歩いてます。ユニットの量がすごいね。ハードモードとかでもね、ウォームアップの時触れたんですけど、意外とこのジャイアントの軍隊が強かったみたいな感じで、影取りをしてくれてジャイヒーになって強いみたいな話でしたけど、何回いける。10日弊社も何回いけるの類だから、ちょっと言語化するのむずいね。本日ラストこれにしようかなと思います。水さん、フジクイーンをサイドカットスーパーバーバリアンでやって、ウォールブレーカーまでつけてドロイド追加しましたね。序盤の回復っていうところをドロイドに任せていくようなやり方で、
6時10日弊社からのルートライダーパート。これロイちゃん削りのない通常のルートライダー編成ですね。なかなか今のあれでは結構珍しめの編成なんですけど、むしろ逆に珍しいね。さあ、ここでトーン入れていきます。インビジブルターがね、2つあるタイプの配置なんですけど、特にここは解除とかは狙わずに、アローとかでね、解除することも多いんですけど、特に見ずにって形でしたね。なので、ちょっとユニットは流れると。まあ、そりゃそうなんだけど。オーバーグローかけてたおかげで、ロイヤルチャンピオンがこれ、下げ入らず、結構伸びましたね。能力解放まで完全孤立しちゃってるんだけど、まあ、しゃーなしと。で、もう一度オーバーグローでタウンホールのところ固めてあげて、タウンホール以外のね、ところを大きく削っていこうっていうプランニングですね。で、クイヒーの方にレイジを置いていきます。シングル IT とかが結構触りづらいね、これだと。あとはヒールの呪文が一発あるので、まあ、ユニット打っていきたいですかね。アローのクイーンもだいぶ粘ってくれた。さあ、ここからユニット戻ってくるんだけど、クイヒーですね、これはね。クイーンとヒールの呪文っていうところで。で、余った小物部隊も合流しまして、おー、シングル IT ウィザードで突破からの回収全開という形です。はい、というわけでね、今日は多分少なめの回になったかなーって感じなんですけど、まあ、援軍ないとはいえ、援軍あっても全開になったんじゃないかなっていうアタックを紹介していきました。まあ、最初の2アタックとかね、序盤の作りは同じだけど、合わせてるユニットが違うっていうところで比較もなかなか面白かったんじゃないかなと。おっさんのあの伸びすごかったね。ドラゴンの残り方えぐかった。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。また次にお会いしましょう。さよなら。